本日は最近購入して結構気に入ってるものを、紹介できればと思っています。主に食器だったり調味料一つずつ紹介していければと、思っています。でカメラが三脚がちょっと今福岡に来週から行くキャンプで使うんで送ってるんで、今DJI の浪人を、無理くり使って撮影をしています。結構僕がキャンプをする時の食器にも比較的こだわりたい人間で、こういう木の食器だったりカッティングボードを、たくさん買って使っています。もともと一番最初に使っていたものがちょっと今ほんとすごく狭くてやりにくいんですけど、このカッティングボードなんですよね。でこのカッティングボードはもう今はもう使ってないんですけど、思い出というか撮ってるんですけど、これを使っていたんですけど、もう少し映像にした時に、僕好みにどうやったらなるかなと思っていて、いろいろ調べていたらオリーブの木で作られているカッティングボードがすごく見た目的にも好みで、これですね。めちゃくちゃかっこいいんですよね。樹齢300年ぐらいの木を切り出して、それをもうこういった切って成形をして模様も残したままやってるっていうようなアルテレニョっていうようなブランドなんですけど、結構もうほんと1週間ぐらいもずっと探し続けて見つけたブランドですね。でこのブランドで結構いろいろ揃えていて、これがカッティングボードの中ですかね。これが小さいやつですね。お店とかでチーズとか前菜とか乗ってきそうですよね。でこれがレクトプレートっていうんですかね。場合によってはカレーとかも乗せられそうですし、パスタとかもいいですね。でタナチャンネルをよく見ていただいている方は分かると思うんですけど、これがいつも下に置いて使ってるやつですね。一番大きなサイズです。結構大きいですね。横が62、3ぐらいあって、縦が25とか6ぐらいですかね。ただこの一番大きなサイズのカッティングボードなんですけど、これもアルテレニョっていうブランドで、探していたんですけど、模様が実は僕は気に入ってちょっといなくて、こういう風になんですかね、ちょっとうにゃうにゃってなってるようなものを本当は探していたんですけど、このサイズのカッティングボードがもう日本全国、どこに問い合わせてもなかなかこういったものがなくて、仕方なくこれを今買って使ってるっていうような状況です。もちろん気に入ってるんですけど、これの方がいいですよね。これたまんなくないですか？ちょっとこういったものをまた今後、このサイズで見つかったら、ちょっと買い直してもいいかなとか思ってたりはします。でカッティングボードが、この大きいのと中ぐらいと小さいもので、今福岡に送ってる、ちょっと楕円形のやつがもう1個あるんですけど、4枚使ってます。で、このレクトプレートですかねと、あとは同じオリーブの木の、食器でいくと、これがスプーンですね。結構分厚さもあって、でこれがなんていうんですかね、鍋の中で食材をかき混ぜたりできるやつですね。フライ返しっていう感じではないですね。ちょっと分厚いんで。でこれがトングですね。こういう裏側の柄とかもすごいいい感じですね。でカッティングボードはこれで、お皿がちょっとお皿も今送っちゃってるんですけど、今あるものをちょっと出してみます。ちょっとメーカー別に分けた方が良さそうなんで、本当に三脚がないと困りますねこれ。こっちがこれ全部無印です。無印のお椀ですかね。ちょっと小さめの。でこれテカテカ光ってるの、僕毎回オリーブオイルを塗って保存してるんで、ちょっと光ってますと。無印も結構これとこれってだいぶ色が違うんですけど、好みのものをずっと探して買いましたね。この辺りはもうすごく昔に買ったものなんで、色が今落ちてきてるんですけど、これはまだ買って2ヶ月ぐらいですかね。結構いい感じの色ですよね。でこれがプレートですかね。ただ今この無印のものはほとんどキャンプに持ってきていなくて、これぐらいですかね。お椀のやつで。でお椀のやつも実はこれの、もう一個小さいサイズをこの間手に入れたんで、これむちゃくちゃかっこいいですよね。チークの木ですね。チーク。この間道志の森に行った時に帰りにたまたま見つけたインテリアさんで、皿とか器ありますかっていう風に、店員さんといろいろお話をしていたら、これが見つかってます。すごい埃かぶって、多分何年間も放置されてたものなんですけど、これ800円とぐらいでしたね。
多分 Amazon とかだったかな、こう 4,5,000円ぐらいするんじゃないかぐらい結構気に入ってますね。でこの器がなんかこれルパーというものですかね。これ Amazon で買ったんですけど、なんかアスワノさんとかも使ってましたね。たまたま動画見てたら出てきたんですけど、今一番気に入ってるお皿はこれですね。これの、もう一個小さいサイズもあるんですけど、それで毎朝、朝ごはんとかは僕結構甘いの食べるんで、これに持って、食べたりしますね。で木の器が、こんな感じに、なっていますと。で次はこのスパイスボックス、よくスパイスボックスから取り出して、これもオリーブのやつなんですけど、これでこうやって潰してドレッシングにしたりソースにしたりやってるんですけど、これもオリーブですね。ちょっと小さいんですけど、僕が使ってるスパイスもね、今ね福岡にちょっとお出かけ中なんで、本当はプジョーのミルとか、ブラックペッパーと、塩が入ったプジョーのやつがあるんですけど、スパイスボックスが何を入ってるかというと、まずこれはバニラエッセンスですね。メープルエッセンスですね。でメープルエッセンスとこのバニラビーンズ、これまだ開けてないんですけど、どちらも、例えばこれメープルエッセンスは生クリームとかに一滴垂らして、かき混ぜて食べると結構いい香りがつくんで、買いました。でこれはもうたまに食べてますね。でこうバニラビーンズに関しては牛乳に小さく切って入れて煮出して、砂糖とかで飲むとすごく美味しいと思ったんで購入しました。でこれが赤胡椒ですかね。ちょうど昨日家でサラダ食べるときにこの赤いやつと、ブラックペッパーと、塩をこれで潰して、オリーブオイルとあと醤油ですね。これちょっとキッコーマンが入ってるんですけど、僕がいつもテロップで赤丸っていう風に言ってると思うんですけど、それがこれですね。この赤丸醤油が本当にすごく美味しくて、本当は僕1円ももらってないんでちょっと欲しいぐらいなんですけど、有限会社山丸醤油というところで、福岡県筑紫野市にある企業が作ってる醤油ですね。これは僕が小さい頃から実家でずっと赤丸醤油を使っていたんで、それから東京に来ても十何年になるんですけど、ずっとこれですね。でこれパッケージだけ、たまたま醤油を忘れた時に買って、それを中身は赤丸にしているっていうような状況ですね。はい、続けます。で、これがなんかミックスハーブですね。結構いい香りがするんで何にでも使えますね。あとはカレーを作ろうと思って、カルダモンとか、あとコリアンダーとか、クミンとか、こういった基本的なやつが、入っていますと。で、この右側に、塩とこれが以前チョコフォンデュを作った時にデコレーションというかこれ使ったんですけど、その時のものですね。でシナモンですね。で本当はこの中に塩コショウ、ブラックペッパーとソルトをガリガリやるやつをちょうど買って、シルバーのやつかっこいいの入れてたんですけど、ちょっと今福岡にお出かけ中なんでありません。でこれがコーヒー豆を入れたり、あと何持ってたかな、お茶とか入れたりして、毎回詰め替えて持ってってます。今はコーヒーが入ってるんですけどね、コーヒー豆ですね。もういってるものですね。銅製のやつですごくパチッと閉まるんで気持ちいいですね。みたいなものが入ってます。でこれカット版ですね。これが、僕の、いつも持っていく、スパイスボックスの中身っていう感じですね。これからよく取り出してやってますね。でハーブとか胡椒とかこういう調味料は湿気に弱いんで、キングドライっていう湿気吸うやつですかねを、入れてます。この箱と
この中のこれがね朝岡スパイスっていう会社の出してるもので、新宿の伊勢丹で店員さんにむちゃくちゃもう1時間ぐらい話し込んで、まず何を揃えればいいかで、どういう料理をどういう場所で作りたいか、どういうものが好みかっていうのを伝えて、一通り揃えたという感じですね。はい、以上スパイスボックスです。で、最後にあと一つ紹介したいものがありまして、これも皆さんよく、見ていただいてると思うんですけれども、ちょっとね今上にこの蓋も買いました。この間ねすき焼きする時にこれも持っていけばよかったんですけど、木の蓋ですね。ちょっとこれを置いてこれも置いてちょっと汚いんですけど、これがタークのフライパンですね。直径が確か28センチのやつですね。タークのフライパンでドイツ製ですね。一つ一つ1枚の1枚の鉄を、叩き伸ばして作ってるんで、ここの継ぎ目がないんですよね。一般的なものだとこういう風になんかついてるじゃないですか。でこういうのがなくて、1枚の鉄から叩いて作られてるんで、すごく長持ちをすると。買った時はちょっとこうねサビとかついてたんですけど、ガシガシ洗ってシーズニングをして、今はもう毎回油を塗って保管をしています。帰ってきてやることはまずこの食器を全部洗うことですね。でこの辺りの木の食器も、これも基本的に洗剤は一切使わずにぬるま湯で、たわしとかで、ガシガシ洗って、このオリーブの木とかはちょっと半乾きの時にもう油を塗って湿気を、少しだけ残した状態で油を塗って保管をしていますと。でいつもはこうタオルにくるんで保管をしています。でこちらに関しては完全に乾かした状態で油を塗って、こういったもう布で包んでるっていうような感じですね。これが27センチ直径のやつなんですけど、ほんとちょうどいいんですよね。これ28だとちょっとこう横燃えるかなと思って27にしたんですけど、バッチリですね。目論見通りで、油で毎回塗るときにもうこの付近に油をこう染み込ませておいて、それでもうこれでそのままこうやって拭いていけば油が結構つくぐらいこれ染み込んでるんで、これを、再利用してるという感じですね。でこっちはフライパン用ですね。これキッチンペーパーに油を染み込ませてます。毎回新しくしてもいいんですけど、もったいないんでそんなにねこう汚くなるものじゃないんでこういう風にしてます。あとこれもこの間キャンプ場で研いだんでご覧いただいた方もいると思うんですけど、貝印の包丁シュンっていうモデルでドイツの料理人の人とコラボレーションをして作ったみたいですね。これも帰ってきたら必ず洗って絶対水滴が残らないように拭いて、これで保管してます。この裏がちょっと、ピント合うかな、牛のマークになってるんですよ。可愛くないですか？めちゃくちゃ切れますね。半端なく切れます。三徳包丁ですね。これもねそのうち持っていくように今はまだこれ買った当時の箱を使ってるんですけど、なんかねレザーとかでこう作りたいなと、思っていますと。で、包丁を買った時に一緒に買ったのが研ぎ石ですね。研ぎ石、これも貝印のやつでちょっと汚れちゃってるな。こっちが薄いっていうか目の細かい方ですね。でこっちが目の粗い方ですね。普通に使ってればこっちだけでいいっていう風には言ってましたね。なんかちょっと刃が、コンディションが悪くなったらこっちの粗めで削って、細かいので、整えるみたいな感じで、言っていました。でこの間研いだハンドナイフのやつはこっち側の上の細かいのだけで、研ぎました。こんな感じですね。最近ここ1ヶ月ぐらいでいろいろこう揃えていってて、特にこう気に入ってるもので、しかも食器系とかそういったものでいくと、こういうのもこの辺りを、購入してやっていますと。はい、
じゃあこういったところで今日は終了となりますけど、何かソロキャンプ動画を見て、紹介してほしいものとか、あればどんどんコメントだったりコミュニティとかでお返事いただければ紹介していこうと思いますのでぜひ、コメントください。それではどうもありがとうございました。